11、仏教におけるカーストの撤廃は彼らの問題ですよね。釈迦は古代のヒンドゥー教のカースト制度を取り除くことに成功しました。ヒンズー教社会は、繰り返し生まれるという考えを信じているため、必然的に階層化されました。ヒンドゥー教では、人は前世での行いにふさわしい人生を歩んで生まれます。犯罪者は下層階級に生まれ、善良な人は上位階級に生まれます。このように、苦しんでいる人は苦しむのが当然なのです。この悩める人は、世で悪いことをしたに違いない。これは、貧しい人々や苦しんでいる人々に対する専制と不正義、そして彼らへの無関心の完全な固定化です。彼らは自分たちが置かれている状況に値するのです。これは専制政治の明白な状態化である。ヒンドゥー教では、人間は実際に4つのクラスに分類されます。1、バラモン、教師と司祭。2、クシャトリア、戦士と王。3、エールフェーシーヤー、農民と商人。4、シュードラ、労働者。最下層の階級は、清掃やサービスなど、彼らの観点からすると不浄な仕事に従事する追放されたシュードラです。各人の階級によって、仕事、衣服、食べ物の種類が決まります。結婚は一つの階級の枠内で行われる。人は死ぬまで、生まれた階級に所属することを宣告されている。この誤った歪んだ認識は、人生のすべてを台無しにするものであり、この認識により、追放者を助けることは、ヒンドゥー教の思想における懲罰の原則に対する一種の軽視であると考えることができます。これは、後進性、不正義、階級の一種の和解です。このヒンズー教の見解は、弱い人、貧しい人、病人への思いやりを推し進め、サービスを提供し、彼らの危害や苦しみを取り除こうとすることで彼らに対する義務感を促すという、人間の本質に反する考え方です。ヒンドゥー教のカースト哲学は、繰り返される堕落した誕生という考えから生まれた人間の発明です。それは腐敗の上に築かれた腐敗です。仏教が伝わり、ヒンドゥー教のカースト制度が廃止されました。さて、仏教とは階級に関係なく、一度の人生で救われて涅槃と合一することができ、ブラフマン階級に達するまで全ての階級を経てその後救われる必要はない。仏教では、人間はこれら全てを必要とするのではなく、仏教の教えを応用することで、最小限の出産で救われるのです。これは明らかに美しいです。しかし実際には、それは階級という概念の形式的な廃止に過ぎません。仏教は、階級差別が築かれた同じ前提、つまり繰り返しの誕生と、前世で犯したことに対する人間の影響を今でも信じています。したがって、仏教が実際に提供しているのは階級の廃止ではなく、人が新たに誕生する必要がなく、その後ブラフマン階級に達して救われる、速やかな救いの可能性だけであり、むしろ一度の人生で救われるようになったということである。仏教が提供したのは結果の形式的な改善ですが、前提は同じであり、ヒンズー教のカースト制の基礎となった考え方は、仏教にも同じ形で依然として存在しています。すべての預言者は、人間は罪を持たずに生まれてくる、という信念を持っていました。これは、そもそも繰り返し生まれることはないのだから、繰り返し生まれるという考えに基づいて、自然と調和し、不正義に反対する教義です。預言者の宗教は人間を高めることを目指しています。なぜなら人間は確かに生まれながらにして無実であるからです。そして預言者の宗教は人々を平等にすることを求めています。イスラム教における人の価値は、階級、容姿、健康状態、経済水準ではなく、むしろその人が主に捧げる善行と経験さの量に基づいています。イスラム教はすべての人の進歩を求め、血統、アカウント、階級を無視することを求めています。全能の神は、クルアーンの中でこう述べています。お互いのことを知っているかもしれない。確かに、あなた方のうちで最も寛大な人は、神の同輩があなた方のうちで最も敬虔である。実に、神は全知全能である。13スーラ・アルフジュラト。神の使者よ、神が彼を祝福し、彼に平安を与えてくださいますように、自分の働きが遅い者は、自分の血統において早くはありません、と言いました。そして彼は、神が彼を祝福し、
彼に平安を与えてくださいますように、人々は自分の行いを私にもたらしてくれないのに、あなたは自分の血統を私にもたらしてくれます。と言いました。イスラム教においては、経験さ以外には血統や階級に価値や重みはありません。神の使者よ、神が彼を祝福し、平安を与えてくださいますように、こう言いました。経験さによる場合を除いて、アラブ人に対するアラブ人、黒人に対する赤人、赤人に対する黒人ではありません。そして彼は、神の祈りと平安あれ、こう言いました。弱い人たちのために私を求めてください。あなた方は、あなた方のうちの弱い人たちによってのみ養われ、支えられるからです。ですから、この絵を見てください。弱者のために私を求めてください。あなたは弱者によってのみ養われ、支えられるからです。そして、それを仏教徒とヒンズー教徒が弱者について見る絵と比較してください。人間の魂は、貧しい人、弱い人、素朴な人々、そして愚かな人々に対して慈悲の心を持つように創造されていますが、この性質に対する仏教とヒンズー教の反対と、輪廻転生と彼らに課せられる刑罰の信仰は、深刻な問題です。この性質に反対します。奇妙なのは、ヒンドゥー教の聖典は天国と地獄の存在、つまり繰り返し生まれる罰という誤りについての考えに基づいているということですが、残念なことに、またしてもヒンドゥー教徒は本来の宗教から逸脱し、次のような信念を持っています。繰り返し生まれるという考えがあり、仏教徒は理由を使わずにこの考えを彼らから伝えています。ヒンズー教の聖典の一つであるリグベーダには、罪人にとっては非常に深くて底なしの場所と書かれています。反復出産の考え方について、ここはどこにありますか？義人が義人になると、そこには楽園があります。リグベーダにはこう書かれています。神よ、あなたは正義の人に最高の報酬を与えます。そこには、あらゆる種類の快楽と楽しみがあり、魂が望むものを与える場所で、私を不滅にしてください、と書かれていました。古代ヒンズー教の遺産と、後に現れたヒンズー教及び仏教の哲学との間に関係はあるのでしょうか。